美味しいっていうのは、うちの場合で言うと、最初の先付けから最後のデザートまで、一通り、もう一種類しかメニューがないんで、最初から最後までを召し上がっていただいた上で、美味しいが一番ベストだと思ってて。今日は株を一番最初に先付けで出したんですけど、その株はやっぱもう冬寒くなってきた。一番最初に冷たい先付けを出すのは、僕はちょっと違うかなっていう。寒い時はあったかいものを先に出してあげたい。夏場はもう暑い中歩いてきてくださったから最初にちょっと冷たいものを出してあげたい。それを季節の食材を使って何かを考えようっていうのが日々考えてることですかね。この一番って何なんですか？一入りか。一入りね。これ今日どこのやつ？マッケです。マッケ。あ、なるべく大きめ。はい、なるべく大きめがいいですね。左上、11月6日に解禁になった香箱ガニ、ズワイガニのメスですね。それは全部内子と外子、身と全部ほぐしてありますので、すごい食べやすくなっております。福井県。福井県。越前。ビール飲んでまたお酒飲むじゃないですか。当てを欲しいじゃないですか、最初に。いきなり握りからっていうのは抵抗があるかなと。なので最初にこれを8寸でお酒を少し楽しんでいただいて、で、少しなくなってきた頃から握りがスタートして、ランダムにおつまみと、握りとで構成していったコースになってます。佐賀とか熊本の小肌を使うようにしてますね、九州の。昔は東京湾のなんかが美味しいって言われたんですけど、やっぱり今のは佐賀熊本の小肌が一番美味しいかなと。ご飯もらいます。あとやっぱ小肌だけはね、やっぱり一つ一つ魚体を見ながら選ぶっていうのは基本的には絶対にやる仕事だと思ってます。小肌がこういうふうに泳いでるような握りにしたいなという。ご飯の上にただこう乗っているだけではなくて、開いていてもお寿司になっても泳いでいるような形、小肌がこう生きているようなイメージで握りたいなと。サンマは基本的にはサイズで選びますね。今日豊洲で見た箱の中に入ってる何匹入って1箱っていうので売ってるんですけど、やっぱ14入り、16入り、18入りっていうとどんどん数が大きければ大きいほど細い。要するに箱で
18本入ってて、16本の方が大きい、14本の方が大きいっていうサイズ感で入ってるので、今日は9本で1箱という一番太いサイズのものを選んでます。太ければやっぱり油の乗りもいいですし、味もしっかり甘みも出てると思います。マグロはやっぱり季節ごとによってね、入れるものが違ってくるので、もちろん大間。そして今回のはこの青森のミンマエですね。今回うちは244キロ、ちょっと特大のマグロは仕入れてます。100キロ超えてくるとマグロってすごいいいマグロって言われるんですけど、うちはなんか200キロオーバーぐらいの特大のマグロがすごい好きで、やっぱ油の乗り方も違うし、この漬けに関してもやっぱり一回醤油くぐらすことで水分が取れて、やっぱねっとり感が増してくる。舌触りがすごい良くなるマグロに変わるかなと。最初におつまみ先付けが出るじゃないですか。お刺身出て、焼き物出て、なんか天ぷら出て、なんか季節の一品が出た後に握りがスタートっていうお店が結構あったと思うんですけど、そのスタイルだとお寿司屋さんなのに肝心なお寿司食べれないよねと。最後お腹いっぱいで最後お寿司だけバラバラバラって出てきてもなんかもう飽きてきちゃうと。その食べ方は僕もあんま好きじゃないなって思ったんで、おつまみが出たらやっぱり握りがスタートさせて、握り握りつまみ握りつまみみたいなランダムにこう出ていくと最後までお寿司たどり着くのかなと。うちのカワハギは基本的に僕は広島県の天然のカワハギにちょっとこだわって使わせてもらってます。カワハギはね、今日はね、広島の、あれかな？だけそれ？はい、そうです。あと曜日だ。今持っていくよ。ちょっとだけ待って。あれが広島の天然のカワハギ？そんなもん。ありがとうございます。肝どうですか？肝もめちゃくちゃ入ってる。はい、めちゃくちゃ入ってます。アジ2本取り今1個切り取って見せますよ。入ってねえぞ。浦田アジいくら入ってる？アジは1500円。だから2500円。あれで今渡る出します。うちの2は村沢の方に。はい。天然で肝入りはすごいですね。多分これの倍入ってます。倍入ってるこっち。こっちすごいよね。はい。倍入ってる。倍入ってんだ。じゃあ倍入ってる。魚体が倍なんだ。あ、そうだよね。じゃあ倍もらいますよ。はい。2キロも。この島地のどの辺がおすすめかを教えてもらってもいいですか。どの辺がおすすめ？この島でこれがいいよっていうのを。張りがいいよ、顔がいいよっていうのがあれば。めちゃくちゃ艶やかっすね。群れで泳いでるんで結構単発が多いんです。すげえいい顔してるもん。だいぶ油は乗ってると思います。これ来てからどのぐらい経ってるんですか？これは1日だけ寝かし。1日だけ寝かし。
触ってもらうと思うんですけど、身が全然残ってないんですよ。これがやっぱプロのおろし方ですよね。おろしてる時の包丁が当たる時のカリ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 っていうあの音がするんですよ。やっぱり上手い人がおろすと。島味ですね。この血合いの色がものすごい綺麗ですね。これが天然の島味です。天然の島味はやっぱりこの赤みがかってるんですよね。やっぱりピンクがかっているというか、養殖の島味っていうのは基本的にもうちょっともっと真っ白いんですよ。やっぱり養殖は油だけが口に残っちゃうので、天然は本当に島味のきちんとした味が出ます。ミンマヤの大トロですね。ここの脂身のとこ全部、この筋っぽいのも全部油なんで、これは全然筋当たったりしないので、このまま全部溶けていきます。で、大トロはちょっとわさび効かないんで、上に少し乗せていきます。ミンマヤまあ釣りなんでね、あとまあ業界的に餌がいいんでしょうね。やっぱ油が感じがやっぱ後から浮いてくる感じで、後から浮いてくる。結構やっぱ鮮度バリバリで持ってくるんで、後からじわーっといく。だから逆に冷凍とかかけてもなお美味しくなる。へ取れたてはなかなかねやっぱ味出てこないんですよね。だから少し寝かせてやると本当ちょうどいい感じに馴染んできますね。やっぱりね、僕がここに来てるのはこういう人たちに教えてもらいながら買ってるんでね、やっぱおすすめをやっぱりまずは買いたいなっていうのがある。あとはやっぱ自分でやっぱうまそうだなこれっていうのが勧められたのはやっぱね、うまく見えるんでね。で触ってみたらやっぱり脂のりもいいとか、こちらもだから相手の意を組んでこういうのが好きなんだろうなっていうのをまあ読みつつ、はい、そうですね。そのためにね、毎回会話させてもらってるのはそういうことですね。どこなんですか？それは高知。今日この白甘鯛をちょっと緊急で買おうかと。お、真っ赤っか。これエラのこの赤いの、これ絶対鮮度のいいやつ。こいつもいい顔してますね。今日の赤貝はこれ大分県の赤貝になりますね。先月まではねちょっと山口県の方が良かったので山口を使ってますし、これいいね。これね、大きさがいい時は本当はやっぱり日本で一番と言われてる宮城県の閖上さん、閖上さんが出てきた時にはそういうところをちょっと使っていっているですね。シーズンに合わせていい時のものを使っている。おー、これ今日いくつサイズ？50あるかな。65ある。この車エビはやっぱ茹でた方が絶対的に甘みが出るし、やっぱ茹でたてのあったかいのをご提供したいんでね。これ味噌です、全部。これ生きてないとこの味噌まで食べれないですよね。今日はね、天草の車エビ。多分このサイズ1本で握ってるお店多分他にないんじゃないかと思ってます。この器からはみ出るぐらいの車エビですね。おー、もろ北海道ですね。これ北海道。
これですね。粒がやっぱ大きいんですよ。甘みがすごいありそうでね。うちのかんぴょうは他のお店とは絶対的に仕込み方が違うので、ちょっとハード系のかんぴょうですね。噛んで噛んで噛んで味を出していただくというちょっと特殊なかんぴょう。もう見るからにもハード系のかんぴょうなんですよね。最後はデザート、和食屋さんで出てきてもおかしくない栗のデザート。今日はマロングラッセですね。じゃあこれで、はい、ありがとうございました。すみません。今日ね、せっかく詰めてもらったので。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。すみません。毎度。魚をもちろん見ていいものを買うっていうのは当たり前のことなんですけど、今日回ってきた豊洲市場の方とは本当に何年も何年も付き合わせていただいて、教えをもらっている人たちなんで、いつも教えていただくっていう姿勢を持って臨んでる。その中でも自分の中で目利きを覚えていかなくちゃいけない。自分の中で選んだ魚を使いたい。一回一回必ず魚を見て買うようにしてる。顔を見て魚を買ったりもするし、いい顔をしている魚はやっぱり美味しいよって伝えてくれますよね。そういう魚をやっぱ選ぶようにしてるし、あとは仕入れ先の人のつながりを大事にしたいので、一番大事にしているのはやっぱ人ですかね。